失礼します。
2 meter euro. Hier de stand in het centrum. Nos. 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 Yes.
します。
Dobrze, szos. Raz. Szos. Hej, 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 hej.
です。はい。これ何ですか？ここはしじみ汁です。しじみ汁。しじみ味噌汁でしたっけ？あれ二日酔いに効くやつだ。みんな全然二日酔いじゃない。あとね、まだ決まってない？何だって。しじみいっぱいあるんで、うん。しじみで酒蒸しして、うんうんうん。豚バラとまあ玉ねぎで炒めっぽくしようかうんうんうん。給食で終わった？はい、終わりました。な。どうだったそうですね、本当になんか長かったより短かったです、本当にもう。半年だっけ？そうですね、はい、半年ですけど、まあ、いた期間は3ヶ月なんで、まあ、ほとんど、なんだろう、すぐ終わってましたね、本当に。気がついたら。本当そうですね。最後ってなんか特別なことするの？テストがあって、最後の週に、その科目のその授業のテストがあって、それをやったりしますね。どんなテストなの？もう学校のテストみたいな感じでしたね。学校のテストの選択みたいな感じでした。どういうの？具体的ななんかもうちょっと知りたいな。修行心得とかは1分ぐらいのスピーチして、で教習所で私はこういうのを習いましたとかっていうのをスピーチしたり。みんなの前で？はい、そうですね。そういうのするんだ。はい。どういうこと言ったの？自分はちょっと目上の人へのコミュニケーションが身につきましたっていうスピーチしました。ついた？そうですね。ついたと思います。そうか。聞いてみたいけど。ちょっと恥ずかしすぎる。ちょっとすみません。みんながそれやるんだね。はい。同期とも仲良く。そうですね。普通に話してるんで仲良くはできたと思います。皆さん初白星の時の感覚というか覚えてる？入りたての時ですか？プロになって初めての白星。いや結構、初に序盤で負け続けてたんで、焦ってたし、初めて勝った時も、嬉しかったですけど、もう2回負けてんだよな、危ねえな焦るしかなかったです。序の口で2敗して1勝したってこと？序の口で確か2敗して、その時1敗目は、だからもうめちゃめちゃでかいのに負けて、2敗目はなんかもう勇み足、自分が足あったし、やべえなと思うやりだしてて、1回勝って、よしってなったら、あと1回負けたらもうないやんみたいな、保険ないじゃん、焦ってた記憶があるんです。じゃあ嬉しいというかちょっと安心した感じかな？ちょっと安心したってことです。その時に1回勝った次になんか負けて、1-3でそこから3連勝。じゃあ勝ち越しはしたんだね。勝ち越しはしたです最低限。ヒヤヒヤっす。いや
初白星の時の記憶って残ってる？初白星、自分は初相撲なんで、いきなりデビュー1場所目、1場所目、1日目、初白星です。初白星男。初白星男。何で勝ったの？はい、突き倒し。突き倒し。確か。突き出しか突き倒し。気持ちよかったな。あの時の方が体重あったんですよ。あ、そうなんだ。痩せたの？そう。なんで153キロあったんですよ。初土俵。で、今、147なんですよ。ダイエットしたの？いや、落ちちゃったです、体重。コロナ流行ってたじゃないですか。なんか、夏場でご飯食べれなくて、落ちて、それで病気かかってね、1週間寝込んで体重また落ちて、128とかやった気がするんです。30キロ落ちたんですよ。で、そこから3年かけてここまで持ってきました。そんなかかった？ 3年かかった。かかったね。きつかった。じゃあ、あと梅ちゃんに初白星はどうですか？最近じゃないでもめっちゃそうですね、もうめっちゃ最近です。最近だね。初白星はどうだった？そうですね、初相撲で、初白星でした。いや、一緒じゃん。いや、肉と野菜切ってもらう。嬉しかった。そうですはい、すごい嬉しかったです。さん部屋来て初めて作ったちゃんこ覚えてる？炒めっす。炒め。醤油炒その時誰かに教わったの？め。いや、教わってないです。もういきなりやってみたいな。いきなり、はい。醤油、酒以上。醤油酒以上。作ったのは覚えてるっすね。何もできないんで。当時ね、洗濯もできないって言われてたもんね。洗濯もできなかったっすよ。何もできなかったんで。とりあえずなんか炒めだけは簡単そうだった。入れて炒めてだけじゃないですか。その時はまだ狼雅関もちゃんこやってる時だよね。そうだよね。それぞれなんか得意分野みたいなのがあったっすね。料理の。鍋は誰々みたいな。鍋は誰々みたいな。狼雅関はじゃがいもと目玉焼きもうまかったです。じゃがいもと目玉焼きの？目玉焼きのプロらしかったです。あ、そうなの？炒めとサラダぐらいしかできない。うまいもんさ。あ、1キロもあればいい？豚バラ。1キロもいる？そんな腹減ってないっしょみんな。うまいもんっていいね。また作っちゃった。怒られる。舐められてる。リモンタンもこれでちょっと振ってはい。普通の5時半なのか夜の5時半5時なんか4等分ぐらいにして4等分はいわかりました。そんな感じ。もう500も同じ感じで。あ、それ1個で500？はい、1個で500です。そしたらもう500追加しようか。もう500、はい、わかりました。はい、 1.5。わかりました。共同生活とかさ、大部屋でさ、どういうルールがある？ルール？まあいろいろなんだろう、当たり前になってることとかもあると思うんだけど、例えば門限は10時だ。門限は10時で、未成年が9時。消灯もじゃあ10時。消灯、まあそうですね、10時には電気消えるですね。あとアラームは鳴らしていいの？アラームは、別に稽古ある日はみんなつけてやってるっすけど、休みは極力つけないっすね。でルールってわけじゃないですけど、暗黙のルールみたいな。まあ、マナールールなのかわかんないですけど、休みの日につけてたら、嫌な顔されます。まあそれぞれ起きる時間がバラバラだからっていうことだよね。みんな休みなんで、ゆっくり寝たいんで、基本つけないっすね。あとは？
とはまあ必ず掃除してうん。 4時半とかには掃除してるんですよ。ああ。4時半に掃除担当が決まってんだよね。とあとまあ10時までにうんお風呂入り終わる。決起会とかそういう食事会で夜遅くなるのは仕方ないと思うんですけど、それ以外はやばいな。それ以外は10時です。すべてを終えて、そうですね、一通り終えて布団に入ってくださいってことだよね。はい。あとなんかあんのかな Wi-Fi、部屋に Wi-Fi とかってないの？個人で持ってるっすよ。あ、みんな個人で持つの？団体ではじゃあ、全員が一人ずつ持ってるってこいや、持ってる人もいれば持ってない人も。と？僕とか持ってたんですけど、もういらなくなったんで持ってないです今。あと冷蔵庫のルールとかあるの？大体どうなんですか、冷蔵庫そこがちょっと曖昧なんですよ。前はなんか1人1個とかなんか決まってた気するんですけど、最近なんかもうみんな結構入れてるんで名前書いとかなきゃいけないみたいな。そうですね、名前書いとかなきゃいけないし、そうですね、なるべく自分たちのやつは、大部屋の冷蔵庫にしまうようにはみんなしてます。昆布だし。人は外出できないとか、トイレのルールとかないの？トイレのルールは何分以上立てこもっちゃダメだとか。別にそんなのは問題です。でも長い人はいるんですけど、あ、そう。僕も長い方。鍋を完成？はい、もう味大丈夫です。もう具材はしじみだけなの？味噌入れた？いや、味噌ちょっとしかないんで、入れたとしても、あんま味噌鍋にはならないんで、それだったらだしでいいかな。しじみの昆布だし鍋。昆布だし鍋。だし鍋です。しじみ鍋。両方、ちょっと待って、両方しじみだけなんだね。酒蒸しなんで、しじみしか入れないです。で、この熱いとこ、わあ、しじみる。いい匂い。人生で一番食べたなーっていう時ってどのぐらい食べたの？全然。量だったらどんなのですかね。でも兄さんでもあんま食ってるイメージないけどね。僕なんか間に来るんで完食ってこと？完食なんですかね。そうですね。いつも実家とかでも、帰ってきたらまあ
飯あるじゃない、食べるんですよ、うんうんそれでうわお腹いっぱいだってなった時に、ちょっと横になって、時間経ったらまた食ってるんですよ。なんでそれの繰り返しなんで結局いっぱい食べてる、実家がいっぱい食べてるわけです。実家がいっぱい食べた。実家だとリラックスしてるから気づいたら食ってるんですよ。あと飯もうまいし。食べ慣れてるもんね。食べ慣れてる。鶏ガラ？はい。ごめん。炒め。塩炒め。終わりっす。完成。完成です。やってください。これ何？これは豚肉の塩炒め。一人だけっすわ、握手くれる。最高最高最高。梅山の拍手ってちょっと変な空気がして確かにそれはあるかもしれない、笑うより前に拍手が起きたんだもん。うまそう。すごいっすね。しじみ凝縮されてる。味が？なんか昆布だしです。でもちゃんなんか出汁の後になんかしじみのちょっとなんかほろ苦い感じのちゃんと味がするんですね。今日はね、進化楼の後だからちょっと料理が少なめそうですね。なんですね。新カル5時まで食べてたんだったらさ。確かそれ言い過ぎですけど、それ言い過ぎ3時半ぐらいですか。 3時半。そうそれぐらいですよねそう3時半。本当に？それぐらい食ってたんですね。いいな。まあ結構量出てきましたね。うんうん。うまいよな。それね言っとかないとこんだけか量がこんだけかってなっちゃうんでね。大丈夫かってなるんですよ。しじみしみる。すげえ。出してる出してる。ほぼ殻を取ったしじみだらけ。これどうするの？一気に？殻を破ってやっぱ強くなるのと思ってね。流し込んで殻を取る作業が。破るっていう。すごいじゃないですか。ドラゴンじゃねえぞっていうぐらいもう吸い込んでますもんね。
うん。うまっ。塩誰？馬塩誰？熱っ。出来たてやん米。うまいですか。やっとなくなった。薄揚げ。貝塚ができてる。やばいっす。入り口が一緒で、染みますね。どこに染みる？お腹。はい。はい。はい、好きです。基本魚介は結構好きですね、全部。はい。なんでわからん。入ってなかった。せっかくいいことだった。そらくん。ケンがまだしゃってくる。
行きがそうまで帰りがと俺じゃないよね、俺だって言われるよ俺じゃないよ。置き配ですか？置き配ですか？置き配ですか？いや、違いますわね。かな？やる？一時軸みたいにやる？みたいな。ギャップ激しすぎません？でかくても中身ちっちゃい。海賊王なんです。海賊王なんです。餃子10分前って聞いて。足太くなったっす。足？ああ。この近い時にここがこうなるのがいいんですよ。ああ、カットが入る。そうそうそう。でこっちは怪我して、動かなくなっちゃったんで、頑張って動かしてるんですよ。でもちょっと入るようになった。ちょっとシワでいいです。ここにこうシワができるのがいいんですよ。近い時に。はいはい。太くなった感覚はあるんですか？でもなんか相撲取ってる時も、なんかもう全体的になんかでかかった、なんか張ってるなって稽古してたんで、今はもう本当リハビリで太くなった、入院して退院手術後よりって感じですね。全然まだ重り使ってとかやってないんで、それはそんなそこもパパってなんないですけど、術後よりは全然、もう一般人よりはあるっすよ。まあそれはもう全然ありますよね。一般人よりはありますよ。美味しいです。美味しい。
これ作ったらうまそうだよ。どれしじみでそれはなしだねそれは絶対なしでしょだけどすみません、なしって言われちゃったストーンです。バターあるよそういう店土鍋ご飯ね美味しいわしじみはやっぱり味噌汁グルメだね教師どうもこちらでしょうお、梅ちゃんようこそお待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。